ビクラブリオです。今回は地球最強のサイケデリックスと言われるアヤワスカのマイクロドージングを試していきたいと思います。セットとセッティングの心得、精神状態と環境を整え、安全に十分配慮した上で撮影を行っています。詳しくはバッドトリップ徹底回避マニュアルをご覧ください。こちらが実際にね、イボガセラピージャパンさんというところから提供していただいたアヤワスカマイクロドージング用の瓶なんですけども、まず最初にアヤワスカについて詳しく知りたいって方は以前の動画ですね。私が今33歳なんですけど、21歳12年前にペルーで実際にアヤワスカを飲みに行った時の体験談を話している動画です。で、アヤワスカについて説明しておくと、アヤワスカってのはちょっと紛らわしいんですけど、メディスンそのものの名前でもあり、とある植物の名前でもあるんですね。メディスンとして使用されている、現地でシャーマンが使っているアヤワスカってのはペルーでは無形文化財と指定されていて、もちろん合法なんですね。このアヤワスカってのはチャクルーナっていう植物とカーピアヤワスカ、この2種類を混ぜ合わせてアヤワスカに初めてなるんです。このチャクルーナっていうものに有効成分である DMT ですね。よくこのチャンネルでも DMT って言ってますけど、地球最強の幻覚剤でありながら、私たちの脳内にも実際に存在しているこの DMT で、これが含まれているチャクルーナを食べるとどうなるかっていうと、もう脳があっという間に DMT を分解してしまって、チャクルーナ単体で摂取してもいわゆるサイケデリック体験をすることができないんですね。このカーピには MAOI という脳が DMT を分解してしまう役割を阻害する機能があるんですね。だからこの MAOI によって脳が DMT を分解しない状態で DMT を摂取することによってバコーンと強烈なサイケデリック体験をするっていう DMT と MOAI、 チャクルーナとカーピのミックスがアヤワスカなんですけども、今回この提供していただいたアヤワスカマイクロドージングってのは、これはカーピだけです。つまりチャクルーナが入っておりません。 MAOI だけのカーピをマイクロドージング的に摂取して、一体どういう風な体感が得られて、どういう風に変化していくかっていうのを実際にレポートしていきたいと思います。今回マイクロドージングですので、あくまでヒーリング目的、少量を少しずつ摂取することによってシラフ、人生の質を根本的に底上げしていくっていう目的で使用します。なのでトリップ目的の人が手を出すものではないという、あくまで日常の中のヒーリングだったり生活の質を上げるためのもので、俺これをやる以前にも実際に DMT と MOAI、 つまりチャクルーナとカーピミックスされた本物のアヤワスカのマイクロドージングを結構長いことやってたんですけど、これが非常に良い。摂取した時ほんのりじわーって癒されるような感覚があって、でアヤワスカの深いトリップの時の体験がほんのりと返ってくる。境地、すごい全てが一つとつながったワンネスのような世界がほんのりと帰ってきて、日常生活にうまく統合することができたなんていう思い出がアヤワスカのマイクロドージングには個人的にはあります。本場のアヤワスカセッションでは食事制限かなり厳しいです。チーズ食べちゃいけない、キムチ食べちゃいけないとかね、いろんな食事制限があるんですけど、マイクロドージングの場合はそこまで厳しく食事制限をする必要がないです。ただ一つ SSRI、 抗うつ剤を摂取している人はくれぐれも併用禁止です。それから未成年も使用はしないでください。前頭葉が発達しきる前に物質で快楽を得るっていうのは前頭葉の発達を妨げてしまうっていうデータがあったりするので、この辺はお酒と同じ理由なんですけど、20歳になってからで、さらに言うとこのカーピのマイクロドージングはかなり繊細で、日常的にコンビニ弁当ばっかり食べちゃってて体に不純物が溜まっている状態だとなかなか体感が得られないというか、効果があまりないんじゃないかなと思います。これだけに頼るのではなくて、食事に気を使うだったり、生活習慣に気を使うだったり、運動を毎日するだったり、体を内側から整えた状態でこういったメディスンを使用して初めて効果を発揮すると。一方的にメディスンだけに頼ってこれだけ摂取してれば、いや人生めっちゃ良くなるんでしょ、健康になるんでしょ、ハッピーになるんでしょってわけではないっていうことだけですね。物質的な体と精神的なこういうメディスンのエネルギーをちゃんと統合するっていうことが、バランスがとっても大事なんですよっていうことを初めに強調しておきます。で、今回イボガセラピージャパンさんからシャーマンリオを見ている視聴者の方々に
クーポンコードですね、 5% オフのものを発行していただきました。 Big Love クーポンコード、 B が大文字、 B と L が大文字で 5% オフのクーポンになるので、気になった方は概要欄からチェックしてみてください。ということで早速これ試してみたいと思います。イボガセラピージャパンのサイトを見ると、アヤワスカマイクロドージング、ウィッチとモンキーと2種類あって、ウィッチがエクアドル産のカーピ、モンキーがコロンビア産のカーピっていうことで、単体でも結構変性式に入るよって話を聞いているウィッチの方から試してみたいと思います。色はかなりアヤワスカに近いカラーっすね。茶色の匂い嗅いでみますね。あ、匂いもあの匂いにすごく近い。あの独特ななんか黒糖というか甘いような酸っぱいようなそんな匂いがしてきます。それではこのスポイトに1本分今回丸々いっちゃいたいと思います。では行ってきます。しっかり入れてしばらくキープします。ここから時間を計っていきたいと思います。味の方はかなりアヤワスカですね。あの独特な風味が今口の中に広がってるっていう感じです。ここから引き続きレポートしていきます。はい、今ね絶火に入れて2分44秒経ちました。まだそんなに来てないですかね。ちょっとボワーってなんか広がるような感じが少しあるかなっていうぐらいで、まだはっきりとした体感はないですね。ちょっとここらで飲み込みます。これ味の好き嫌いは結構分かれるかなっていうね、神秘的な味がするんですよね。俺好きとも嫌いとも言えないですね、これはね。自分がバイブス上がってる時は結構すんなり入ってくるし、ちょっと自分のバイブスが落ちてる時はまずいってなるかもしれないですね。そんな感じで引き続きレポートしていきます。はい、今ね5分経ちました。飲み込んでからやっぱりこうちょっと来たなっていう、なんかやっぱ物の見え方がちょっとジャッジが少なくなってる。自分のエゴのフィルターが柔らかくなるから、視界から情報がスーッとこう入ってきて、なんかこう視界が広がったような感覚がありますね。で体感としてはちょっとこの辺がそわそわーっとする感じ、不快な感じはないんですけど、そわ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 ーってこうで今目閉じて分かったんですけど、ほんのりとこの辺からしびれてきてるような感じ。まだね入れて6分なんですけど、ちょっとこうそわそわゾクゾクする感じが来てますね。おそらく聞かれると思うんですけど、アヤワスカマイクロドージング、今青いガラスさんのアヤワスカ裁判やってるけど法的には大丈夫なのっていう人多分いると思うんですけど、結論から言うと大丈夫です。これ紛らわしいんですよね。アヤワスカ裁判ってのは要するに DMT が含まれている水溶液、アカシアのお茶が合法か違法かっていう風に論争してて、でこれDMT に入ってません。マオイのマイクロドージングです。したがってこれは法的には日本でも何の問題もないです。大麻にもいろんな品種があるのと同じように、カーピにもいろんな種類があって、でそれぞれで微妙に体感が違ってくる。例えばサティバだったらグリーンクラックだったりね、インディカだったらゴリラグルーだったりね、ゴリラグルーはハイブリッドなのかな、ちょっとよくわかんないけど、いろいろ品種があるじゃないですか。大麻にも品種によって効き方違うじゃないですか、微妙に。それと同じような感じで、このカーピもものによって結構違ってくる効き方が。今ちょっと言葉出なくなってきてますね。言葉出なくなってきてる。左脳の機能が徐々にこうね止まってきてるのすごい感じる。もう今こうロジカルにバーってこうねロジカルなエンジン入れて話してたけど、ちょっと言葉が飛んじゃう感じしますね。お前どこにおんねんっていう群馬県のとある場所で今仲間たちと一緒にちょっとカンナビスをテーマにした CBD をテーマにしたキャンプ場を作ってるっていうね。はい、でそこの CBD 担当で俺が入ってて、でその場所がめっちゃバイブスいいんでね、そこで撮ってます。わー、このちょっとねジャングルを思わせるようなね、この子はどっから来たんだろう、アフリカかな。観葉植物の輸入をやってる友達と一緒にやってるんだけどもね、でこれカーピとって植物ってすごい相性いいんじゃないかなと思って、これとかすごいな、これとかね、こういうのとかね。わ
うわー、かわいい。こいつ多分あれですね、ブラックボーイって名前ですよね。かわいい。このねちょんちょん曲げみたいになってるのがね、とってもかわいいやつなんですけどね。はい、そんな感じで植物のバイブレーションというかね、植物の魅力がすごく今伝わりやすい感じになっております。引き続きレポートしていきます。はい、今ね時間がね13分経過しました。明らかに変化が出てきてます。その変化っていうのはちょっとこうなんだろうな、自分の中の痛みと向き合わされるようなちょっと不快な感情なプロセスですよね。吐き気だったり痛みと向き合いだしてるっていうような感じ。もう前回のボアカンガがこうカテコール系でグーンってこう物質的な次元に向き合うメディスンだとしたら、これはもう真逆です。超ヒーリングな癒し、本当に奥底から上辺だけを癒されるんじゃなくて、こう奥底から癒されるから、外とかみんなでワイワイやる系のメディスンでは絶対ないです。やっぱりそこはマイクロドージングといえども、本物のアヤワスカと同じような静かにこう自分と向き合わされるような感じになってます。今こう胸の痛みで、この痛みってのは癒される時の痛気持ちよさみたいな、ちょっとこう甘い苦しさっていうか、これ言葉にするのが難しいんですけど、俺は好きです。こういう感じ。ただハイになりたいとかトリップしたいっていう人は多分これ向いてないですね。でどういう人に向いてるかっていうと、何か解決したい物事がある人、なんかトラウマだったり苦しみが今の現状あって、でそこから少しずつ日常生活を行いながら統合していきたいっていう人がこう静かなね、こういう環境で摂取するとすごく内側の深いとこから癒されて、今なんかちょっともう切ないような、なんか泣き出したいようなインナーチャイルドの浄化が始まってて、引き続きレポートしていきたいと思います。シャーマンリオオリジナル CBD、 ヒーリング用 CBD マリア、瞑想用 CBD ブッダ、どちらも大好評発売中です。はい、もうすぐね30分っていう感じなんですけど、もうマジでヒーリングです。なんか目を閉じて内省的に自分の内側に浸る。で瞑想とか、てかメディスン大概瞑想合うんですけど、これは本当に瞑想そのものっていうよりかは、瞑想を通じて深い自分の悲しみや苦しみ、トラウマを癒していく時にすごく効果を発揮するんじゃないかなと。もうちょっと泣いてるんですよね、俺さっきから。決して苦しくて泣いてるのではなくて、すごい内側から癒されてくる作用を感じて、あとなんかこうあくびが出るのも、別に俺眠くないのにあくびが出るのも本物のアヤワスカっぽくて、こんな感じなんだって。正直ちょっと今苦しいです。もう人と話したくない。このまま横になって布団かぶってうずくまってたいっていう、そんな気持ちです。引き続きレポートしていきます。はい、今36分ということで、もう何も喋りたくないし、目も開けてたくないし、もうでこれはマリアっていうね自作のヒーリング音源をかけてんだけど、もうこういうヒーリング音源をただ流して、ただ横になって自分の内側にある痛みとただ向き合って癒したいっていう、潜在的に誰しも痛みは抱えてるはずで、普段の自分の顕在意識ではアクセスすることができない深いとこにある痛みに強制的にアクセスさせられてるような、そんなプロセスです。マジでヒーリングって感じがします。これ外よりも部屋の中の方がいいかもしれない。外でやんだったらこういう椅子とか
ハンモックとか横になれる環境は必須で、とにかく静かでゆっくりできる環境でやることを強くお勧めします。動かなきゃいけない時、行動しなきゃいけない、歩かなきゃいけない時にこれをやるのはお勧めしないです。誰かと会う時にやるのもお勧めしないです。一人でやっていいと思います。これに関して言うと、普段あれだけね一人でやんない方がいいよって言ってるけど、これは一人でやった方がいいです。なぜなら誰かと話したり外側の世界とつながることによって自分の内側にせっかくつながれるチャンスから目を背けることになってしまう。ただただ今俺がしたいのは目を閉じて向き合ってたい、ここにあるものと。あとこれはまあ言うまでもないことですけど、お酒との併用は絶対にやめてくださいね。お酒と混ぜたら絶対ダメ、絶対です。アヤワスカでの癒しはマジでビューティフルペインだと思ってて、美しき痛みの美しさ、もうマジでビューティフルペインに尽きる。もううだうだ左脳で何も今語りたくねえ。マジでもうビューティフルペインとしか言いようがねえ。マジでガチでビューティフルペインなんだよ。もうここに痛みがあるんだよ。ビューティフルな痛みが。ありがとう。もうとにかく頭を空っぽにして呼吸を深く吸って吐いて、ただ自分と向き合う、そんな使い方がこれはいいと思います。はい、もうすぐ摂取してから1時間です。まあもうちょっと前がピークだったかな。今ちょっとずつこう落ち着いてきたんですけど、まあまだこの辺にヒーリングのプロセス感じてて、気だるげな痛みと向き合ってるっていう感じです。なんかこう痛みとか悲しみとかっていうとネガティブなものとして捉えて否定しがちな人を結構見かけるんですけど、でも悲しい気持ちとか痛みだって大切なあなたの一部分だから、そこにあるものを不自然に否定するのはあまりバランスが取れたことではないのかなと。なかなか自分の陰な部分、自分の影な部分と向き合うってなくないですか？どうですか？先のわからない不安だったり、現代社会に生きるストレスだったり、対人関係だったり、楽しいことだけじゃないじゃん。痛みも認めてほしいんですよ。自分の中にある痛みも見つけてほしいんですよ。寂しいんですよ。ずっとこう痛みに蓋をして見ないようにしてると、痛みも寂しがるから、こうやって見て痛みの存在を認めてあげるだけで痛みも癒されるんです。自分の中の痛みを、悲しみを癒してあげること、ちゃんと向き合って見てあげてね。もうだいぶ抜けてはきてるんですけど、このままもう少しこのプロセスに浸っていたいと思います。はい、おはようございます。あれから一晩経って今完全なシラフな状態で昨日のトリップをね振り返ってみようと思います。トリップっていうよりかはジャーニーっていう言い方が向いている聞きだったなっていう、内側の動きにバーってこう入り込んで、プロセスですよね。ちょっと苦しみ痛みを伴ったプロセスが始まるっていう体験で、6つのパラメータで表したいと言いつつ、やっぱりこれはねかなりねあくまで個人的な主観なんで、人それぞれ体感は違うとは思うんですけど、俺が感じたのはまず視覚とか聴覚っていうのはほとんど変化がなかったですね。だから3とか、ただやっぱりこう軽く変性意識に入っていることによっていろんな情報が入りやすくなってくるみたいな感じはあったんですけども、目立った変化はなくて、視覚聴覚の変化を楽しむっていうよりね、こうやって音楽聴いたりするよりも静かに自分と向き合うっていう意味で、思考に関してはハートに作用したっていう感じがあるんで、ハートにガーって作用するから思考も結構オープンになって気づきがあるみたいな意味で、思考を5にしときますか。で、マンチは0ですね。全くお腹空かなくなります。現地のね、アヤワスカでもそうなんですけど、基本的にやってる間は全くお腹空かないどころか、ゲロゲロ吐くんで、アヤワスカ自体が。全くと言っていいほど空腹感はありませんでした。それから体感は結構ありましたね。これ俺みたいな繊細な人間がああいう静かな環境でセットとセッティングを整えてやった場合に6ぐらいはあったんじゃないかなっていう。ハイになってうおー気持ちいいみたいなんじゃなくて、 Oh beautiful pain, This is my pain, This is my grief, This is my sadness みたいな感じで、わー自分と向き合う体感、ハートに特に体感がありました。で最後時間に関して言うと、大体ねピークは俺の場合スポイト1個分で30
分40分ぐらいでピークだったかな。1時間経ったあたりからこう徐々に下がっていって、2時間後にはもうほとんど、まだほんのりポワーっとしてましたけど、3時間後にはもうすっかりシラフに帰ってくるっていう感じでした。はい、ハイになって楽しむっていうよりかは、もうあくまでヒーリング、根本的に自分の人生を根っこから改善していきたい時に、こういうプラントメディスンは大きな力を発揮するし、効力を発揮してくれます。だからこうなんか軽はずみな気持ちで、レクリエーショナルな気持ちでハイになりたいからやってみようって人には多分あんまり作用しないです。プラントが、植物があんまり心を開いてくれない。あなたがこう癒される準備ができていて、植物に対してこう胸を開いていくときに初めて植物も本来持っているポテンシャルを最大限発揮してくれるっていうことで、本物のアヤスカは絶対一人でやったりしたらもうそれこそシャーマン修行なんで、シャーマンであったりトリップシッターの方と一緒にやることをお勧めしますが、このマイクロドージングに関しては、俺は一人でやることをお勧めします。自分と向き合って、一人きりの時っていうのは、俺は俺としか一緒にいないんですよ。あなたはあなたとしか一緒にいないんですよ。あなたと二人きり、俺と俺の二人きりみたいな状況で摂取するのがおすすめなのかなっていうふうに個人的には思いました。イボガセラピージャパンさん、改めてありがとうございました。購入するときにクーポンコード BIGLOVE で 5% オフになるリンク下に貼られておりますんで、ぜひチェックしてみてください。はい、最後に告知をして終わりますけれども、9月にタイでリトリートを行います。ビャビャーン。日程は2つあって、9月9日と10日。これバンコクで、もう1個はチェンマイで9月11日と9月16日ですね。興味のある方はシャーマンリオのテレグラムの中で情報を出しているので、それも概要欄からチェックしてみてください。ということで最後にビッグなラブをお送りして、画面の向こう側の皆さんのハートが癒されて、人生が根本から変わっていって改善されて、健やかな今この瞬間を過ごしていけますように、最後にシャーマンリオからビッグラブ、ビッグラブ、ビッグラブ、ほらここにあるビッグラブお送りして終わりたいと思います。それではいきます。ビッグラブ。はい、伝わりましたでしょうか。それではまた次の動画でお会いしましょう。See you guys for next. またねー。